H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。お帰りなさい。皆さんこんにちは。私です。小さな幽霊を育てるという話は聞いたことがあるはずですが、グマントンについては聞いたことがありますか？グマントンと小さな幽霊には両方とも魂が宿っていますが、違いは、グマントンは若くして亡くなった子供の魂であり、より高い世界に転生する機会を得るために、道教を実践するために呼び出されたということです。ただし、妊婦の育成は一種の魔法です。魔術師を使って妊婦を流産させ、子供の幽霊を柳の木で彫った子供の像に集めました。それ以来、この小さな幽霊は彼自身の影の兵士及び影の将軍になります。これは幽霊を制御する技術、または幽霊を育てる技術です。そのため、操られた子供の執着心は非常に深いものとなるため、それが飼い主にとって裏目に出てしまうことがよくあります。しかし、今日は小さなお化けの育て方については詳しく説明しません。ご興味がございましたら、メッセージを残してお知らせください。将来小さなお化けの育て方について話す時間を見つけます。今日はスーパーナチュラルコミューンのミスシートワンさんによる小さな幽霊の育成に関する2つの超自然的な物語について話します。以下の物語は一人称で語られますが、この物語は数年前の出来事です。物語は C さんが古代寺院での出会いを語るところから始まります。彼女は神社を訪れた際に古い衣装を着た憤慨した小さな幽霊を見たので、その冷たい目が恐怖を感じたと主張した。王さんは奇妙な音や動く物体など自宅で経験した奇妙な現象を共有しました。両方の共有者はこれらの現象は彼らが遭遇したまたは関与した妊婦の飼育活動に関連している可能性があると述べました。物語が進むにつれ C さんもワンさんも程度の差はあれ自分たちの生活が影響を受けていると感じ、時にはそこから抜け出すことができないとさえ感じた。彼らは、それが彼らの過去の妊婦との接触に関係しているのではないかと思わずにはいられませんでした。この二人の勇敢な共有者は、パラノーマルコミューンで一定のサポートと理解を見つけましたが、同時に私たちの目に見えないものが本当に存在するのかどうかについて、さらなる疑問も提起しました。これら3つの物語は、超自然的な世界の可能性と、それに伴うリスクを思い出させます。未知のものを追求する一方で、未知の結果を避けるために慎重に作業を進める必要もあります。この物語は、幽霊を育てるという儀式が想像を超える影響を及ぼし、超自然的な存在と私たちの生活の交差点について人々に深く考えさせる可能性があることを教えてくれます。その時、友人がとある神棚に行くというので、友人と雑談していました。彼は、私が最近とても運が悪いと感じたので、私をそこに連れて行き、訪ねたいと言いました。なぜなら、当時私は本当に運が悪く、すべてがうまくいかなかったからです。友達が私をそこに連れて行ってくれと言った時、私は救われるかもしれないと思いました。私は故郷で黒い顔のボソを崇拝していますが、ここでは精神的な糧が全くなく、故郷に帰るにはまだ長い道のりを自転車に乗らなければなりません。友人に紹介された祭壇に到着し、中に入り、生年月日、名前、住所などを書き、行動を開始しました。彼は普通の山師とは違い、あなたと話したり雑談したりする普通の人です。雑談中にマスターがいろいろなことを話してくれたのですが、突然唖然とするようなことを言われました。コンドームもつけてないし、生理不順だからもっと生姜湯飲んだ方がいいよ、と彼はさらにいろいろなことを言いました。神様が言うとは思えないこと。すると死は、あなたの出身は大使です。新霊の大使宮に行く限り、寺院に入るとすぐにひざまずいて泣き続けるでしょう。と言いました。私はこの神様の前で祈ったことがなかったので、これを聞いて驚きました。彼は私の人生について全てを知っているようで、私にとっては信じられないほどでした。その後、私は主婦のアドバイスに従って太子要求に行き、寺院に入った後、思わずひざまずきました。その瞬間、私の心には複雑な感情が芽生え、不思議な力や未知のものへの好奇心がさらに高まりました。
この経験は、超常現象に対する私の見方を変えただけでなく、宗教や信仰についてより深く考えるようになりました。それを聞いて私は彼に質問を始めました。彼にいくつかのテストをしてみたい。例えば過去に何が起こったのか？どうやって対処すればいいのでしょうか？彼は私にも答えましたが、いくつかは正確で、いくつかは不正確でした。質問をした後、マスターは私の背中と首に印鑑を押し、遅れて、このは絶対に残さないようにと念を押してくれました。理由はわかりませんが、印鑑を手に入れた後、少し憂鬱な気分になりました。祭壇から出た途端、私は玄関で突然泣き出し、訳のわからない声で泣きました。今はただ家に帰りたいだけなんですが、帰りたいのは故郷です。どういうわけか、時間が遅いので地元に帰りたかったので、次の日に帰ろうと思いました。その夜、私は叔父の家に話をしに行きましたが、今日の出来事があまりにも変だったので、叔母に今日の出来事を話しました。おばさん自身も感じているので、おばさん、あなたがコンドームをつけていないと神様が言うでしょうか？とおばさんは言いました。疑問符？私も同じように感じています、と言いました。この祭壇での経験は、私を複雑な感情と思考に陥らせました。マスターの予言はある程度正確でしたが、不正確な点もあり、それが私の超常現象に対する解釈をより深くしました。その呪文は私の生活の一部となり、その存在によって私は徐々にその不思議な力との関係を探求していく。それは現実と超常現象の間に曖昧な冒険でした。しかし、なぜあの祭壇は私にこのことを告げるのでしょうか？そして実際に入ってみると、この祭壇の中の雰囲気はとても奇妙なものでした。おばは小さな寺院や祭壇の中には神様のように見えるものもありますが、実際にはその中に神の魂が宿っているわけではないと言いました。私は、おばちゃん、ほら、印鑑をくれた。それから、くれた。どうしたらいいの？と言いました。私はどうなるのでしょうか？本当に怖いです。そこでおばはすぐに息子を呼び寄せましたが、その息子も感覚を持った人間で修行をしていました。おばちゃんはヒロにここに来てって言った。この、を見てください。本兄弟は私の手からこの、を受け取り、それを開けると、彼の表情はすぐに変わりました。アホン兄さんは言いました。手から頭まで全身が痺れていました。怖くなって、じゃあ、どうしたらいいの？私は今どうすればいい？おばは、もう手遅れだ。明日ボソ廟に行って礼拝し、ボソに伝えてから金紙を取り、と一緒に燃やしてください、と私を慰めてくれました。私はノーと言った。死ぬほど怖いです。明日まで待たないと、今すぐ故郷に帰ります。この一連の奇妙な出来事は私に大きな苦痛と恐怖を引き起こしました。祭壇の予言と呪文によって引き起こされる不安のために、私は無力感と混乱を感じました。おばとアホン兄弟のアドバイスで、私はボソの祝福を求め、真夜中に精神的な慰めを求めて故郷に行くことにしました。この恐ろしい体験は私の人生において忘れられない一生となり、また超常現象の存在に対してさらに深い疑念と警戒心を抱くようになりました。するとおばさんは、これでいいよ、と言いました。それで、おばさんはアホン兄弟に私を送り返してくれるように頼みました。途中、今日のことをずっと考えていました。もし私がそれを無視しておばに会いに来なかったら、結局私はどうなるのでしょうか？考えれば考えるほど怖くなってきました。そんな気持ちを抱えて故郷に帰ってきました。私の祖父は現在故郷に住んでいます。鍵を受け取ってドアを開けると、そのまま3階へ向かいました。私のボスはいつも優しい気持ちを持っていますが、その夜、私は彼女の顔が怒っているのを見ました。それは彼女が怒っているのを感じました。それから私はすぐにひざまずいて、自分が間違っていることは分かっている。走り回るべきではないと神に言いました。そこで私はボソに、これからどうすればいいですか？と尋ねました。呪文を消すには金の紙を使いますか？結果、肘礼拝は3つになりました。もう一度聞いたのですが、怒っていますか？
さらに3つの聖杯が現れました。私はそれ以上質問する勇気もなかったので、すぐに金紙と思って外に出て燃やしました。まず金紙に火をつけて放り込んだところ、風もなく順調に燃え上がりました。ところが、火の中に入れると、突然、こと音と共に炎が上がり、髪の毛が逆立ってしまいました。私は急いで後ずさりして、炎の中にある、が完全に燃えて灰になるのを眺めました。その過程全体が、まるで何か未知の力につながっているような奇妙な気分にさせられました。帰国後、私はこの一連の出来事について深く考え、超自然に対する信仰と恐怖が私の心に深く残りました。この経験は、私に信仰の力を再興させただけでなく、神秘的なものを追い求める一方で、未知の可能性に対しては慎重さと畏敬の念を持って対峙する必要があることを認識させられました。入れてみると、金紙と共に火がつき、すぐに超大きな火になりました。しかし、その夜は全く風がありませんでした。一番不思議だったのは、焚き終わるとすぐにおばさんから電話がかかってきたことです。焚き火は終わった？終わったらすぐに戻ってきてね。話があるから。それから私は急いでおばの家に到着しました。私はすぐに、おばちゃん、うちのボスは今とても獰猛に見えました、と言いました。おばは、あなたはダメなのよ。質問して逃げ回っているのよ。と言いましたが今後はその祭壇には行かないようにお願いしました。その家に養子がいる場合、その養子はあなたの過去は知っていますが、あなたの未来は知りません。そしてもし彼が正しく行動しなければ、あなたの魂は奪われ、後であなたは誰かの奴隷になるかもしれません。私はうなずいて、自分が間違っていたことは分かっているので、もう逃げ回る勇気はありません。と言いました。その後、身体の刻印は資格のある純粋な魔術師に引き継がれ、処理が行われ、最終的には全てがスムーズに進みました。この出来事は、私たちが無差別に宮殿や寺院に行ってはいけない、無差別に礼拝すべきではないことを教えてくれます。多くの場合、あなたは誰を崇拝しているのか、本当にわかりません。老王の友人も以前にインデラを訪れましたが、彼は危うく死にそうになりました。今後機会があればまたシェアさせていただきます。物語の次の部分は本当にエキサイティングです。この素晴らしい経験により、私は宗教的信念と超常現象の複雑さを深く認識するようになりました。人々は謎を追い求める一方で、危険な状況に陥らないように慎重に神聖な場所を選ばなければなりません。これはまた、舞台裏に存在する可能性のある危険を私たちに思い出させます。これはインプ事件に対処する魔術師についての一人称で語られる実話です。私の家族には何世代にもわたって霊性修行の伝統があり、私はほんの小さな実践者に過ぎません。ある夜、真夜中、彼が塩味のクリスピーチキンを食べながら開花でテレビを見ていると、父親が瓶を腕に抱えて降りてくるのが見えました。それはワインへの瓶のように見えましたが、それには、が封印されていました。それは何だろうと思って、彼は父親に尋ねました。父親は、これはウェンジの幽霊だと答えた。この名前を聞いたとき、彼はこれまでこのようなものに遭遇したことがなかったため、目を輝かせました。そこで彼は、これがどこから来たのか、そしてそれが何なのかを興味深く父親に尋ねました。父の説明によると、ある人が幽霊の飼育に夢中で、幽霊に取り憑かれそうになったので、対処を手伝ってもらうためにここに来たのだとのこと。それから彼は疑わしそうに言いました。お父さん、私に嘘をつくの早めてください。これはただの子供です。どうして彼はそんなに力を持つことができますか？あなたが私に嘘をついた場合私は同意しません。また、ワインやなどの実が含まれている必要があります。しかし、父親は、そうでなければあなたが賭けをするだろうと主張しました。事態は異常な小悪魔を扱う冒険へと発展していきます。父親の導きで、の封印が解かれると、突然強力なエネルギーが放出され、小さな幽霊が異常な行動を取り始めた。私はとてもショックを受けたと同時に、この不思議な世界に対する好奇心と恐怖でいっぱいになりました。
この実際の事件は、日常生活の背後に信じられないような超常現象が存在する可能性があることを明らかにし、超常現象について深く考えるきっかけとなりました。ちょっと待って、この骨壺をアヤンおじさんに送ってください。何事もなく無事に帰ってきたら3000もとあげます。それで、私は馬車代を受け取り、2階に駆け上がってバックパックを取りに行き、その瓶をバックパックに詰めて、それを背負って出かけました。出かける前に路地の入り口で瓶炉を買って元気に出発。最初はあまり感じなかったのですが、山道に入ってから、しまった。私の頭は騒音によってかき乱されているようで、多くの気が散る考えが私の頭に侵入し始めました。コーナリング時にラインが引っかかると同時にヘッドが押し込まれる瞬間がある。私はすぐに車を道路脇に止め、ヘルメットを脱いでタバコに火をつけ、瓶炉を詰めました。この山道は何度も走っているのに、今日の走りはそんなにひどかったのか、と思った。どうですか？タバコを吸った後、彼は突然私の胸に触れました。ああ、主語の翡翠を切るのを忘れた。着なくても大したことないって言いたいだけですよね。それで私はバイクに乗って走り続けました。走行中、急に眠気が襲ってきて、すぐに車の横に寄せました。車から降りて移動したりジャンプしたりしてみてください。変ですか？今何時ですか？なぜ寝たいのですか？私は別のタバコに火をつけて先に進みたかった。旅が進むにつれて体はどんどん重くなり、心は奇妙な疲労感で満たされていました。このいつもと違う旅に少し不安を感じ始め、瓶炉の香りで徐々に酔いが冷めてきました。この素晴らしい山道の旅はどのような驚きと挑戦をもたらすのでしょうか？瓶炉を食べたら少し気分が良くなったので乗り続けました。走行中にまた眠ってしまったのですが、すぐに物音でびっくりして目が覚めました。その声は私にこう言いました。左に曲がりなさい。左に曲がりなさい。頭でっかちのバカを回してやる。左に曲がると崖です。そんなに早く死にたくないのです。それで私は車を道路沿いに駐車しました。また道路脇。好奇心に駆られてカバンを開けて骨壺を取り出しました。開けて中に何が入っているか見てみましょうか。ため息。忘れてください。私はまだ楽観的です。それで、見ないと怖くなるだけなので、分解しました。しかし、封印の5符の中にもう一つ赤い5符が封印されていた。もう一度赤いを開けたら、魔法は完全に解けてしまいます。この時私は、車のライトを使って見てみようか、もしかしたら何かが見えるかもしれない、と考えていました。写真を撮り始めたのですが、撮ってみると、中には本当に小さなミイラが入っていました。父は本当に冗談ではなく、ワインだと思っていました。大丈夫でした。ただのミイラだよ。何が怖いの？陰の死体にも触れてしまったので、何も起こらないと思っていました。この言葉を考えた直後、突然周囲の雰囲気がおかしくなり、歓喜を感じました。小さなミイラは無邪気なようで、私の冒険はまだ終わっていませんでした。この不思議な旅は、私にさらなる予測不可能な試練をもたらすことになる。頭の中に、血をください。そうすれば、私がどれだけ強いかを教えてあげるから、血をください。という声が聞こえました。私は、私を直接叱りました。あなたは私に嘘をついています。理解できないのですか？私は、血をあげましょう。そうすれば、が壊れたら、出てきて私を傷つけることができます。この時私は疑問を思いつきました。いやそれは封印されたではありませんか？なぜこのガキはまだ私に干渉できるのですか？私は気が狂っているのでしょうか？それともこの子は本当に強いのでしょうか？それで私は骨壺をバッグに戻し、瓶炉の実をずっと詰め込み、養父の家に走って、養おじに骨壺を手渡しました。養おじさんは私が元気がないのを見て、骨壺の中のを見て、父の言葉を読み始めました。すると養おじさんは私を神々の殿堂まで連れて行ってくれて、掃除を手伝ってくれました。それから象から翡翠のペンダントを買って私にくれました。それを身につけてほしいと言いました、と言いました。そしてゆっくりと戻っていきます。私が家に帰った後、
父はワインを飲みながらテレビを見ていましたが、戻ってきた私を見て、微笑んで、こう言いました。この珍しい経験は、私に超常現象を直視させただけでなく、家族の習慣の神秘と危険性を深く理解させました。おそらくこれは忘れられない冒険だったと思いますが、同時にその神秘的な力をさらに尊敬するようになりました。ただ、まだ死んだ新人だけど、青い石と同じ青い顔の幽霊で、本当に役に立たない。少し恥ずかしかったので、ほら、寝るよ、と言うと、父が私を呼び止め、遅れ、それをどかしてシャワーを浴びて行きなさいと言いました。寝るため。それから父はさらに和文を付け加えて、守護の翡翠を身につけていないと、どんなに心が強くてもいつかは食べられてしまう。これを学んで試験を受けなければならない。と言いました。それで私は黙って2階に上がりました。この$3000を稼ぐのは本当に簡単ではありません。子育てに関するこの2つの物語は好きですか？子育てには絶対に触れるべきではないと思います。多くの人が、グマントンは素晴らしく、富と高貴な人々を引き寄せることができると私に言いましたが、私はそれを褒める勇気はありません。あなたも？寄付をする機会があったら、寄付をしますか？メッセージを残してください。今日プログラムはこれで終わりです。コメント欄にさらに超自然的な話を投稿します。ぜひメッセージを残して教えてください。次回を愛しましょう。皆さんの平和を祈ります。